あなたは初めて会った相手とお酒を飲んだことはありますか？部屋の中で一人チェスボードに向かって恍惚な表情を浮かべる男がいました。チェスといえば普通、白と黒の駒を使って行うボードゲーム。しかし、この男がチェスボードに並べているのはコイン。男はウォッカ瓶を高々と掲げ、笑みを浮かべてこうつぶやいたんです。次はあいつと飲み交わそう。チェスボードに並べられたコインが意味するのは、男と共に酒を交わした者の数。そしてコインに書かれた日付は、殺害日。殺人を犯した証としてチェスボードにコインを並べる男。なぜ男は誘った相手を次々と殺害していったのか。男が連続殺人を犯したその理由、それはある人物からのマインドコントロールだったんです。オーソスマカロンって美味しいな。ケンちゃんです。ウォッカよりワインが飲みたいワインソムリエの闇闇子です。本日ご紹介するのはロシアの首都モスクワで起こったもう凶悪すぎる犯罪なんですけど、なんとですね、その事件のシリアルキラーの名前がチェスボードキラーと言われてるんですよ。めちゃくちゃかっこいい名前ついてるけど、チェスって聞いた時点ですごい頭脳犯なのかと思うけど、まあ頭脳犯ではないんですけれども、まあ僕はね、この事件を初めて知った時、なんかごくごくね、一般の方でもね、いくらでも凶悪犯になるようなきっかけっていうのはまああるんだなと思いましたよね。なんか私たちみたいな普通の人がいきなりめちゃくちゃ悪い人になるの？まあ僕らもなんかめちゃくちゃいい人でもないんで、私すごいお手本のようなまあまずはね、このチェスボードキラー、一体どんな事件を起こしたのか早速見ていきたいと思います。元警察官の殺害事件。遡ること約16年前の2005年11月16日、ロシアの首都モスクワが今回の舞台。モスクワ南西部に位置するビツァ公園内である事件が発生しました。ビツァ公園とは四方の領域が 18km にわたるほどの広大な森林公園。公園内には川や森林、野原が広がり、普段は近隣住民の憩いの場となっていました。しかし、そんなビツァ公園の森の小道で発見されたものは、死体。犠牲となったのはニコライ・ザハルチェンコ63歳、元警官の男性でした。駆けつけた警察官はニコライの死体を見るなり迷わず断定したんです。これは殺人だ。なぜならニコライの死体は頭蓋骨が砕かれ、砕かれた頭蓋骨の隙間にウォッカ瓶が刺さっていたんです。どういう状況これ。しかも置かれていた場所は通行人が簡単に見つけてしまうような場所。これは警察への挑戦状か。警察内部に不穏な空気が漂ったんです。たまにウォッカの瓶ぶっ刺してんでしょ。明らかに警察官のこと挑発してるわよこいつ。元警察官をね、殺害して、それを嘲笑うかのような犯行だったんで、警察にね、恨みを持つ人間の犯行だったんじゃないかって思われてたんですけど、すぐにその予想は裏切られるんです。元警官ニコライの死体が発見されたことをきっかけにビツァ公園内では次々と殺人事件が起こったんです。殺害方法は全て同じ。ハンマーのような鈍器で砕かれた頭蓋骨、そして砕かれた骨の隙間に刺さったウォッカの瓶。死体を調べると皆飲酒をした後に殺されていることが分かったんです。これらの状況から警察は警察への挑戦状ではなくビツァ公園連続殺人事件として捜査方針を立て直すんです。そして捜査官は死体の状況から犯人についての考察を深めていきます。犯人は目的など持っていない。これは極めて身勝手かつ短絡的な快楽殺人だ。その後も被害者の数はどんどん増えていきました。ビツァ公園では次々と死体が発見されるにもかかわらず、犯人の手がかりは皆無。近隣住民の間では夜になると人間に襲いかかる怪物が出ると噂で持ちきりになり、人々は次第に公園を警戒するようになったんです。そして最初のニコライの死体が発見されてからおよそ7ヶ月後の2006年6月14日、13人目の死体が発見されました。被害者はビツァ公園近くのスーパーで働く主婦マリナ・モスカリー・ヨバ36歳。数少ない女性の被害者だったんです。警察は頭蓋骨に刺さっているウォッカの瓶から同じ連続殺人犯の仕業だと断定。くそ、また被害者を出してしまった。警察は止められない犯行に苛立ちを隠せなかったんですが、このことをきっかけに重要な手がかりを手に入れたんです。一つ目の手がかりは被害者のマリナが家を出るときに息子へ残したメモ。メモには被害者であるマリナの行き先と会う相手の名前、相手の電話番号が書かれていたんです。二つ目の手がかりはマリナのポケットに入っていた地下鉄の切符。警察は地下鉄のカメラからマリナが殺害される直前に一緒に歩いていた男を割り出しました。そしてその男の名はマリナが息子宛てに残したメモの名前と一致。男の名はアレクサンドル・ユーリエビッチ・ピチューシキン。もう言いづれってか長えな。マリナと同じスーパーマーケットで働く32歳の男でした。地下鉄のカメラ映像、そしてマリナの息子と夫の証言から証拠は揃い、警察はアレクサンドルの逮捕へと動き始めたんです。
7ヶ月13人でしょ。一月にもう2人ぐらいのペースじゃないの。もうなんか日常化しちゃってるわよ、こいつ殺人が。なんかもう想像つかないですよね。うん。我々からすると。うんまあ、死体の状態から考えてもね、かなり異常なね、匂いがプンプンしますよね。実際アレクサンドルの自宅に入った警察官は、本当に背筋が凍る思いをするんです。連続殺人犯逮捕。被害者マリナが殺害されてから2日後の2006年6月16日、警察は逮捕状を持ち、ビザ公園近くに住むアレクサンドルの自宅へ向かいました。アレクサンドルの母や妹が驚く中、アレクサンドルの部屋へ押し入ります。部屋の中にいたアレクサンドルは頑丈な体格をした物静かな男でした。アレクサンドル・ユーリエビッチ・ピチュシュキンだな。そう問いかける警察にアレクサンドルは低く深い声で、そうです、と答えました。警察が連続殺人事件の容疑者で連行することを告げても、アレクサンドルは抵抗する様子もなく、静かに承諾したんです。こうして世間を恐怖に陥れた連続殺人犯は逮捕に至ったんです。アレクサンドルを確保した警察は部屋を見渡してあるものに気がつきました。それはテーブルの上に出しっぱなしにしていたチェスボード。ボードはチェスのものだったんですが、駒は置かれていませんでした。その代わりに並んでいたものはコイン。チェスボードのマス目に沿って60枚のコインがボードの角から順序よく並べられているんです。さらにそのコインには日付が書かれていたんです。警察官はアレクサンドルに尋ねました。これは何だ？それにアレクサンドルが答えた途端、その場にいた警察官は背筋が凍りつきました。コインに殺人をした日にちを書いて並べてるんだ。チェスボードのマス目は全部で64マス。だから僕はマス目の数だけ人を殺さなければならないんだ。つまりアレクサンドルの証言が本当であれば、アレクサンドルが殺害したのは13人ではなく60人。予想よりはるか上行ってんじゃないの？実は元警官のニコライが殺害されるずっと前から、アレクサンドルは殺人を行っていたんです。アレクサンドルがビザ公園で初めての殺人を行ったのは2001年。彼が27歳の時。当初から殺害の手口はおおよそ決まっていました。公園をブラブラと歩くアレクサンドル。しかし彼は散歩をしているのではなく、殺害するターゲットを定めているんだ。ターゲットを決め、ターゲットが一人になるまで待つ。それが何十分でも何時間でも。そしてターゲットが一人になったところでこう声をかけるんだ。一緒に飲みませんか？ウォッカをご馳走しますよ。ベンチに腰掛けウォッカを飲み交わすアレクサンドルとターゲット。酒が強いアレクサンドルはターゲットよりも先に酔っ払うことはない。ターゲットが完全に酔ったところを見計り、こう提案するアレクサンドル。森の中に昔飼っていた犬のお墓があるんだ。一緒にお墓参りに行こう。酩酊状態のターゲットを連れ、公園内の森の中へ入っていくアレクサンドル。一歩一歩目的の場所までゆっくりと。ある場所に来たアレクサンドルは歩みを止める。ここが犬のお墓だよ。そしてターゲットが犬のお墓にかがみ込んだその隙に隠し持っていたハンマーを振り上げ、1回、2回、3回。ターゲットの頭蓋骨めがけて力いっぱい殴りつけるんだ。この瞬間、アレクサンドルには迷いも恐怖もない。ただ快感だけがアレクサンドルを満たしている。こいつの生死を決めるのは僕だ。僕は神なんだ。怖っ。目の前にいたら自分どうするんだろうとか思っちゃうんですよね。いやいや、もうなんか60人も殺してんのになんで誰も気づかないわけ？実はですね、身元をね、周りにこういないことが気づかれにくいホームレスとか家族とかだったらさ、じゃあお母さん帰ってこないとかなるけど、独り身のホームレスさんとかだと、いなくても気づかれにくいですよ。プラス死体が隠された、死体が発見されないっていうところから事件発覚っていうのがね、すっごい遅れたんです。60人の連続殺人は元警察官の男性の死体が見つかるより前から行われていました。そして最初は死体を井戸から下水道へ投げて捨てていたんです。下水道を流れた死体が8キロ先の下水処理場へ流れ着いたこともあったんですが、それがビザ公園から流れ着いた死体だと考える者はいませんでした。死体を下水道へ投げ捨てなくなったのは殺人を始めて4年ほど経った頃。その代わりにアレクサンドルは頭蓋骨にウォッカ瓶を刺すようになったんです。アレクサンドルはこう言っていました。頭蓋骨が割れる音が好きなんだ。どういう神経してんの？そう、彼は殺人を心から楽しんでいたんです。だろうな。結局アレクサンドルが認めても死体がなければ殺人が起こったことにはなりません。アレクサンドルは60人の殺害を供述していたんですが、立証されたのは48件の殺人と死に至らなかった被害者3件の殺人未遂。最終的にアレクサンドルには無期懲役が言い渡されました。ちなみに殺人未遂3件はもう死んだと思って下水道に投げ捨てたんですが、まだ生きていたという人物が3人いたためなんです。3人のうち2人は警察に後ろめたいことがあり、被害を訴えることができず、1人は記憶障害になってしまったため訴えることができなかったようなんです。そのため生き残った者がいたにもかかわらず、アレクサンドルの犯行は長い間表沙汰にはならなかったんです。
アレクサンドルはですね、3人のうち2人が生き残っていることがね、判明してからは、なんとチェスボードのコインを2枚ね、引き下げてるんですよ。変なとこ几帳面なのよ、こいつ。こんな犯行起こしてんなら絶対サイコパスでしょ、こいつ。実はね、そうでもなかったんですよ、幼少期は。昔はですね、ごくごく普通のね、少年だったんです。嘘だ。幼少期の事故。遡ること47年前の1974年4月9日、ロシアのモスクワで生まれたアレクサンドル・ユーリエビッチ・ビチュシュケイン。みんなも言ってみ？一回で言えないよ、多分。物心ついた時に両親は離婚しており、母と妹と集合住宅に住んでいました。アレクサンドルは明るく社交的で、ごく普通の男の子として育つんです。あの出来事が起こるまでは。アレクサンドルの人生を左右する出来事が起こったのは彼が4歳の時。それはアレクサンドルが公園で遊んでいた時のこと。公園のブランコで遊んでいたアレクサンドルはブランコから転落。そして転落したアレクサンドルが起き上がろうと頭を上げたところに勢いよく揺れているブランコが直撃。アレクサンドルは額に深い傷を負ってしまったんです。それからというもの、アレクサンドルは別人のように変わってしまったんです。非常に怒りっぽく衝動的な言動が目立つようになり、周りの子供たちから浮いた存在になってしまったんです。そんなショック受けちゃったの？それが原因でね、インスタのいじめとかもね、あったんですけど、うん今回はですね、怪我をしたね、場所がね、悪かったんじゃないかと言われてるんですよ。実はアレクサンドルはね、前頭前野皮質を損傷したと言われているんです。前頭前野皮質。本日のメトラキーワード。それを解説してください。前頭前野とは脳の前の方、ちょうど額の裏にある部分のこと。大脳の 30% を占めていて、主に思考や行動を司る機能を持っているんです。前頭前野が衰えると、思考力や記憶力、応用力が低下し、感情のコントロールができなくなるため、人間らしく生きるために重要な部分とも言われているんです。アレクサンドルが怪我をした場所は、まさに前頭前野。前頭前野皮質を損傷することで人格が変わったり、危険な行動を起こしたりする可能性が大いに高まるんです。シリアルキラーと言われる猟奇的殺人犯の多くは、過去に頭を強打したことがあるというデータも存在するほどなんです。こういう殺人鬼ってもともとなんかさ、異常な人なのかと思ったけど、こうやって怪我からいきなり凶悪性が出たりしちゃうもんなのね。そうなんですよ。うん額のね、怪我とかって別に珍しくないじゃないですか。うんうんね、スポーツとかしててもね、起こり得ることだと思うんで、だから逆にね、身近というかこう恐ろしい話だと思うんですけど、そんなアレクサンドルは普通学級ではね、ついていけなくなって、うん特別支援学校に転校したんです。で、ここからね、またアレクサンドルの人生が変わってくるんです。特別支援学校に通うことになったアレクサンドル。しかし、アレクサンドルの知能を信じ伸ばそうとする人物がいました。それはアレクサンドルのおじいちゃん。おじいちゃんは様々な遊びを通じ、アレクサンドルにはチェスの才能があることを見出したんです。アレクサンドルはおじいちゃんからチェスを学び、その実力をめきめきと発揮していきました。練習をすればするほど上達するチェスの腕。アレクサンドルにとってかつてこれほど楽しいと思えたことはありません。そして学校から帰るとビザ公園へ向かい、老人たちを相手にチェスの対局をすることが習慣になっていました。ちょっとおしゃれだな。チェスは場を支配する快感を感じ、心の底から湧き上がる敵意と攻撃性を発散するのにも役立ったんです。しかし、そんな日々は突然終わりを告げます。アレクサンドルのおじいちゃんが亡くなったんです。思春期のアレクサンドルにとって最愛のおじいちゃんの死はあまりにも大きすぎました。悲しみから逃れるため、そして湧き上がる攻撃性を落ち着かせるためにアレクサンドルが手を出したものは、ウォッカ。はいはいはい。ここでウォッカ出てくるのね。もうウォッカね、久しぶりにカーッとね、飲んでみたいですよね。まあ確か大学生の時ね、に。ちょいちょい飲んでましたよね。一気にいや、一気はダメですよ。皆さん、そう。一気飲みはあかんで。めちゃくちゃやってたんだいや、やってないわ。本当2001年からね、2006年のビザ公演っていうのがあって、ここでね、アレクサンドルはね、殺人を繰り返していたんです。ですが、それだけではないんです。どういうこと初めての殺人。アレクサンドルを逮捕し事情聴取した警察官は耳を疑いました。なんとアレクサンドルが初めて人を殺したのはビザ公園で殺人を犯すよりも9年も前だというんです。最初の犯行はアレクサンドルが18歳の時。もう俺受験生だったわ、その時。被害者はミハイル・オディチュク、18歳。アレクサンドルの同級生でした。同級生大事にせい。18歳の時から殺人に興味を持っていたアレクサンドルは友人のミハイルに一緒に殺人をしようと誘っていました。しかしミハイルは殺人をする気などはありません。その態度に激怒したアレクサンドルはミハイルの首にロープをかけ絞殺。ミハイルの死体は井戸から下水道へ投げ捨てたというんです。この初めての殺人から14年後に連続殺人犯として逮捕されたアレクサンドル。なぜ連続殺人をしたのかという質問に対しアレクサンドルはこう答えたんです。チェスボードを通じてミハイルが語りかけてきたんだ。絶対嘘。アレクサンドルが言うにはミハイルはチェスボードを通してこのように語りかけてきたそうなんです。俺はお前を恨んでいる。俺の恨みを消したければ俺以外の大勢の奴らから恨まれればいい。どういうロジック？それを聞いたアレクサンドルはこう考えました。チェス
スボードのマス目の数だけ人を殺し、チェスボードをコインで埋め尽くせばミハエルの恨みは見えなくなると。アレクサンドルはミハエルの声を消すためチェスボードのマス目の数だけ人を殺そうとしていたんです。とはいえアレクサンドルもいやいや殺人を犯していたわけではありません。私にとって殺人のない人生は食べ物のない人生のようなものだ。アレクサンドルは殺人についてそう語っていたんです。アレクサンドルにとって殺人は人生そのもの。良心の呵責はありません。現在無期懲役で収監されているアレクサンドルは約20年後には刑務所から出ると予想されています。チェスボードに残る4マスの空白。アレクサンドルは刑務所から出てきた時、残った4マスを埋めるつもりなのか。